皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。世の中には伏線回収という言葉があります。前回の解説動画において私はロシア軍の前線部隊にロバが配備されていることを皆さんにお伝えしました。その時にはもしかしたらロシア軍はこのまま昔へと戻り騎兵が復活するかもしれないという話をしました。いずれはそうなるかもしれないなと薄々思いながらもさすがに騎兵を使うことはないだろうというのもちょっと頭の片隅にはあったのです。しかし今回の動画では早くも伏線回収、ロシア兵が馬に乗っている姿がウクライナで撮影されているようです。その他今回の動画ではウクライナ軍への軍事支援として F16 の追加供与、またクルスク州でウクライナ軍が反撃戦を行い若干持ち直していることなども見ていきましょう。フォーブスの記事よりロシア軍に騎兵復活の前触れ、戦地を馬でかける兵士2人の姿。ロシアはウクライナに対する全面戦争で1万2000両近くもの装甲戦闘車両を失い、国内での新しい車両の生産は需要に追いつかず、これまで補充で足るようにしてきた冷戦時代の古い車両の在庫も昨年末には乏しくなった。とすると、ウクライナにいるロシア兵が馬に乗り始めるのは必然だったのかもしれない。それはついに起こった。今週ソーシャルメディアに出回った動画には、ロシア兵2人が馬に乗ってウクライナ国内のどこかの泥道を駆ける様子が映っている。兵士の一人は、どうだい？ウクライナで馬に乗ってるよ、と話している。その動画がこちら。この映像に映っている2人の兵士は、ロシア軍所属の兵士なのですが、顔が最後の方に映るのですが、モンゴロイド系の顔です。ロシアは多くの共和国の連邦国家で、モンゴルに非常に近い地域の人たちは、馬が生活の中にまだ溶け込んでいるところもあります。そのため、今回乗っている馬が、ウクライナの現地で調達したものなのか、それとも故郷から送ってきてもらったものなのか、そこは不明です。しかし、そうした出自がある人たちにしてみると、軍用車両がないのであるならば、馬に乗ってもというような考えを抱いたとしても不思議ではありません。ロシア軍は、ウクライナ東部での1年にわたる攻勢と、ロシア西部クルスク州で昨年秋に着手したウクライナ軍支配地域に対する反攻を続けるために地雷が撒き散らされ、砲弾でできた穴ぼこだらけで、ドローンが常時巡回する中間地帯を越えることを強いられている。そのためにロシア軍の機械化部隊は1年におよそ4000両のペースで装甲戦闘車両を失っている。ロシアの工場での新規生産分ではとても補いきれない損失だ。ロシアによる装甲戦闘車両の生産数は現在早期式の BMP-3 歩兵戦闘車が200両、T90M 戦車が90両、装輪式の BTR-82 装甲変異輸送車を含むその他が数百両程度と見られている。ロシアの軍事ブロガーで従軍記者のユーリー・コチェノクは、ロシア軍への戦車など装甲戦闘車両の装備を担当する責任者たちを前線や戦争中の軍隊が直面している問題に対し動かず考えもしなくなっていると糾弾している。ロシアは2022年2月に始めた全面戦争の最初の2年間は冷戦時代の車両を長期保管施設から引っ張り出すことで損失数と心臓数の1000両単位のギャップを余裕で埋め合わせられていた。ロシア各地にある広大な屋外保管施設には以前は古い戦車や装甲車の在庫が膨大にあった。しかし今ではそれも少なくなってきている。オシントオープンソースインテリジェンスのアナリストは3つの施設を精査し、残っている車両のほとんどが何年も動かされていないと結論付けた。そしてこれほど長い間動いていない車両は死んだ車両だと説明している。そして先日お伝えしたロバの件なのですが、ロシア軍はコメントを出しています。ロシア国会の国防委員会委員のビクトル・ソボレフ中将は、ロシア軍は輸送上の困難のため、ウクライナの前線に弾薬を運ぶのにロバを使わざるを得なかったと述べた。弾薬やその他の装備を前線に運ぶためにロバや馬など何らかの手段が使われるのであれば、それは普通のことだ。戦闘と最前線の部隊や師団の生活に必要な貨物を車で輸送している2人を失うより、ロバを1頭失う方がマシだと述べた。彼によれば、軍隊がロバに荷物を積ませると、ロバはどこへ行けばよいかを知っているので、自ら出発するのだという。副大臣はまた、第二次世界大戦の
ソ連にとっての大祖国戦争中、一部の大砲が馬に引かれてドイツの首都ベルリンに到着したことも述べている。さらに地雷の運搬にも犬が使われました。国家院防衛委員会の別の委員であるビクトル・ザバルジン氏は、ロバは到達が困難な地形の戦闘地域で使用できると述べた。ロバも勝利に貢献しましょう。犬も猫も戦闘地帯で活躍しています。馬と同じように塹壕でネズミと戦うのを手伝ってくれます。と語っている。続いてウクライナ軍に対する軍事支援。先日フランスから戦闘機ミラージュ2000が到着したといったことをお伝えしましたが、続けて F16 戦闘機も第2陣が到着したようです。ウクライナに F16 ミラージュ戦闘機が到着。オランダ、フランスが供与。ウクライナは6日、オランダから供与されるアメリカ製戦闘機 F16 とフランスからの戦闘機ミラージュ2000について、それぞれ受領したと明らかにした。2024年夏に初めて F16 が到着したウクライナにとって、戦闘機ミラージュ2000は初めての受領となり、航空戦力強化の上で新たな節目となる。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナ空軍の最新鋭化につながるとして、フランスとオランダを称賛した。ウクライナのウメロフ国防相は、これらの最新鋭戦闘機は間もなく戦闘任務を開始する。ウクライナの防衛力を強化し、ロシアによる侵攻に効果的に対応する能力を高めるだろうと述べた。F16 とミラージュ戦闘機の今回の納入数は明らかにされていない。ロシアによる侵攻が続くウクライナは、NATO 諸国などに対し、高度な兵器や弾薬の提供をたびたび要請。これに対し、オランダは計24機の F16 の供与を表明していた。フランスは今月12日、ウクライナ、イギリス、アメリカとの会合を主催し、ウクライナ支援の強化策を協議する予定となっている。最後に、ウクライナの地上戦況について、ウクライナの東部戦線においては、ロシア軍がじわじわと前進している状況はなおも継続中ですが、クルスク州における戦いでは、ウクライナ軍がどうやら反撃を行ったようです。ウクライナ軍新たな攻勢でクルスク地域に5キロ進撃。戦争研究所の発表している戦況マップによると、現地司令部が置かれているスジャの町、この町の南東方向に対する反撃が行われたようです。ロシア側の軍事ブロガーらによると、ウクライナ軍の攻勢は戦車、装甲車、歩兵戦闘車など20から30両程度の戦力を投入した攻撃だったということです。ドローンの視界が悪い悪天候の時に奇襲をかけるような形で攻撃が行われ、ロシア軍を押し返すことができたとのことです。車がなければロバを使えばいいじゃないといった形で、前線地域においてロシア軍が物資の輸送ロバを使い始めたという話については、仕方ない面があるでしょう。少なくとも人間が何十キロもある荷物を担いで運ぶというのは非常に大変なものです。もちろん訓練がちゃんとされた兵士であれば、非常に重たい荷物を長大な距離歩き続けて届けるといったことも行えるわけですが、しかしそれはやりたいかやりたくないかで言えばやりたくはないでしょう。前線地域は非常に社会インフラの整っていない地域です。例えば水が必要だとしても水道があるわけではありません。人間は生きていれば水分と食料はどうしても必要です。水がなければそこら辺の川の水を飲めというのはちょっと過酷なもので、そんなことをしていたらすぐに体調不良で脱落する兵士たちが出てきてしまいます。また、ロバが配備され始めたよというような動画についてのコメントでも、いやいやロバであれば最終的には食べることもできるじゃないかといったことを書いている方もおられました。確かにそれも最終的な手段ではあるでしょう。そして、ロバが配備されるぐらいだから、馬だって当然出てきてもおかしくないよねという話で、実際に今回ご紹介したような動画が出てきたわけです。ただし、モンゴルに近いサハ共和国のモンゴロイド系の人たちが乗っていることから、多くの前線部隊に騎兵が現れるといったわけではないでしょう。ロシア国防省としても、さすがに今から騎兵の訓練をするのは大変なので、生活の中に馬があった人たち向けの話として、騎兵が復活するのかもしれません。ただ、復活したらしたで、ウクライナ軍のドローンの観察のもとに、吹っ飛ぶロシア軍騎兵の姿といった動画も当然公開されることでしょう。全く21世紀にもなって、騎馬兵突撃して亡くなる人が出てくるなんていう話をするとは全く思いもしませんでした。第一次世界大戦や第二次世界大戦でスコップで戦った兵士たちがたくさんいたというのが今回でもすでに発生していますが、そのうちスコップすらも配給されず、
棍棒や石で戦うロシア兵といったものも出てくるかもしれません。これもまた新たな伏線となるのでしょうか。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこれを機会にチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、また情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はスーパーチャットのご利用もぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。